皆さんこんにちは、サバ缶です。はい、今回もアホって言っちゃったアフレコです。すいません。はい、マイクが刺さっておらず、バイクのエンジン音はもうバリバリかっこよく入ってたんですけど、風切り音がすごくて、ちょっと今回はすいません、音全部消してまたアフレコっていう形にしました。いきなり朝から始まってるんですけど、前回の、動画前編の方を見ていただいたらわかるんですけど、長者原ビジターセンターから先がですね、チェーン規制がかかっていたんです。で、あの時点での気温は0度です。はい、そらかかるよねっていう感じだったんですけど、あそこでしばらくちょっと、暖を取りたかったのと、水分補給したかったのと、トイレ行きたかったのとって全てあったので、先に柳さんがねトイレに行って、私はちょっとバイクのねおもり橋取ったとですけど、そしたら、地元の方はですね、お声がかけてこらしたとです。その時に、寒くないねって聞いてやらしたとですよ。もう私バカやけんですね、大体がね全然寒かですって、じゃあ寒かですって言ったとですよね。でも大丈夫ですよみたいな感じで、はっはみたいな感じでね話しとったら、今からどこに行くとねって聞かれたとですね。世間本当は山梨ば走って高森に来たかとですよねっていう話ばしよったらバイクで行かん方がよかったよ、行かん方が今日はよかよって言われて、やっぱりそうですよねって言って、じゃあ行きませんって言って、じゃあその迂回路はどこかご存知ないですかっていう風に聞いたら、スジ温泉っていうここののスキー場周りをぐるっとちょっと遠回りになるけど、そっち通っていけば阿蘇に出るけん、そっちから行ってみらっしゃるんですかって言って教えていらっしゃったんですね。はい。でそこから、行きました阿蘇に。結果的にぐるっとぐるっと九十周遊道路っていうところを通ったりして、前後してたらごめんなさい、ちゃんとこう画像貼っときますけど、そこを通ってたみたいですいい道でした。通ってたのも一箇所だけですね。わだちのとこは溶けてましたけど、ちょっと道路の真ん中に当たる部分、車がね通らない部分が凍ってたっていうのはありますけど、あとのところは凍ってなかったんで、無事こうやって阿蘇に登れたっていうかね、阿蘇を通れてるんですけど、本当にね大分に引き返そうかねって思いよったですもんね熊本に行けんってやったら一回大分に引き返してどっか別の道から阿蘇アタックはしようかねっていう言葉考えはしよったとですよ。時間はかかるけどっていう話でしよったとですけどね。でもその多分観光バスのね運転手さんだったと思います。そこまで突っ込んだお話はしてないですけどね。はい、これで右に行ったら大観峰なんです。でここで榎木先輩がね、私が大観峰って言って寄ったけん行かんでよかったねって言って聞いていらっしゃったんですけど、ちょっとお腹が空きすぎてて予定の時刻よりはるかにも時間がね上回ってたので、お腹が空きすぎてて、もう今回は断念しますと。だいたいこういった時でも私行くんですよ、お腹空いてでもね。ただこの日がやっぱり寒かったんで体力結構でもね、寒い日使えますもんね、バイクは寒い日じゃなくても体力は使えますね。やっぱりずっと風に当たってるので、バイクに乗りやら人やったら分からずですね。風にずっと当たっとるって言ったらどういうことが体の中で起こってるかっていうことですよね。体力がなくなってたのでこの日はもうやばいと思ったので、お食事どころにね一生懸命向かってるんですけど、でも多分観光バスの運転手さんだろうと思われる方に教えてもらわなければ、この日この阿蘇は走れてません。はい、なのでものすごく感謝しましたね。
まあ、ここにたどり着く、そのジョージアバレーにたどり着くまでの間にね煽られたりとか放送禁止を言ったりとかして大変だったんですけどね本当にありがたかったですね。でやっぱりさすがにいつもそがんいろいろ言わんえのき先輩でさえも、いや今回ばっかりはもうお前に感謝するわって、あの時寒かなかねじっとあそこで待っとってくれんやったら多分声かけられとらんやろって言われてそうよねってなって、さすが私とかって思いながら、いや言うとなんですよ、えのきさんにはね、怖か怒られるけん言うとなんですけど、本当に感謝しましたね。はい。バイクってね、本当何回も私ツイッターとかでいろんな人とこうね、やり取りさせてもらってる中でも言ってますけど、本当ね、いい縁っていうのがあるんですね。不思議と。私も嫌な思いもしたことありますけど、いい縁があります。びっくりするぐらいね。でこの日はね、2つあるんですよ、実は。でこの1個目は迂回路を教えてくださった多分観光バスの運転手さん。もう1個ですね、この後ねきちんとねご飯は食べれたんですよね。で熊本市内の方に行って、だから今度はね柳さんのちょっとバイク用品がトラブりまして、近くにバイク用品店がないかなと思って、とある某セブンイレブンで某って言っちゃった某いらんたいっていう話セブンイレブンでね探しとったんですよ、バイク用品店。そしたら他県ナンバーのね、熊本ナンバーじゃなか車のね、ちょっとこうワゴンっぽい車の男性がですね、えらい私の方がジュルジュル見らすんですよ。でもその時も私はバイクの重り場してロヒさんトイレに行ってコーヒー買い寄らせたそうですけど、もうドキドキでしたよね、その間ね。なんか私したとかねとかどっかでやったことあるっけとかいろいろもう軽くパニックですよね。一人で冷静バス予想を取るんですけどね。なんやろかって思っとったら、柳さんがトイレから戻ってきたぐらいのタイミングで車から2人降りてこらして、もう結構そしてがっちりしとらん人ですよ、体つきの。世間うわ私なんか警察官かねって思ったら、覆面の警察官かねって最初思って私なんかしたんじゃろうねって思ってもうすぐ構えたとですよね。そしたらめっちゃ低姿勢でって言って言わしたそうですよね。はい、でな瞬間もう柳さんと2人でもうはってなんてなって、何やったっけってもう固まっとったとですよ。そしたらいやシートバックのですって言わせあらどうもってでもなんでってなるわけですよね。そしたら長い期間ご愛顧いただいてありがとうございますって言って、結局ねその発売年日の分かるとですよね、やっぱりねメーカーさんやったらですね。そしたら大事に使ってもらってみたいな感じのしたけんが、もういやもうさ、もう私のことざっとつけとるにざっと使い割る人間でもねそこまで言ってもらって、いや嬉しかですって言って、ありがとうございますってもうなんか分からんで最初すいませんって言ったんですけどね。帰り際にもしよかったらって言ってステッカーも10枚ぐらいやらしてもう飛んで跳ねて喜びましたね。先輩もねだいぶ長かことバイクに乗っとらすけど、俺は今まで一度もそんなことを遭遇したことなかぞと言わらしたいですけど、そんだけ乗っとっても中とに私はあるっていうね、面白かったですよね。全部同じメーカーで統一してる件っていうともうやっぱり目張かしたとですよね。やっぱり使いやすいんですよね。なので私はシートバッグとサイドバッグは使わせてもらってるんですけど、いや本当にもういい出会いをこの日はですね、いろいろ途中で煽られたりとか、だから対向車線反対車線のねところで事故してるの見たりとかっていうのも追い越し禁止のところで動かされたりとか、こっちが優先なのに突っ込んでこられたりとかね、もうね山ほどありましたけどもうその2つで全部帳消しでした。もう本当に大げさかもしれんですけど、チェーン規制の中どの丸タイヤで登っていくと間違いなくずっこけとるか
怪我しとるか、まあ運が良ければ保険で綺麗に U ターンして戻ってこれとるだけぐらいな感じだと思うんですよね。でもそこが結局やっぱり運転手さんが言われた通りにね登らず引き返してきて、おかげでそこでぐるっと遠回りをしたおかげで多分営業さんですよね、多分ね大阪の方のナンバーだと思うんですけど、で来られてたので、もうその方にも会えてなかったっていうなんともいいしなんとも言えない感激した一日でしたね。とあとこの阿蘇のいい景色を見れたっていうのがね前回の長者丸きれかったでしょ。もう私長者丸ですぐらいな感じでへーって言って言ったんですけど、すいませんね、皆さんがするように私はしませんからね皆さんができるようなことは私はできないんですよ。なんでこいつなんでバイクと一緒に撮らんととか、バイクとこうそのね長者丸一緒に皆さんセットにしてこう写真は撮らすですけど、なんでそういうことせんとって思うかもしれんけど、なんか私はシーキラントでしたよね。すいませんもう最初から見てもらってる方なら分かられると思うんですけど、私ちょっとやっぱりその変人でしょうね、きっと。なのでもうずっと最初から言ってますけど、もうほんとこうおかしいおばさんがバイクに乗っておかしなことばっかり言いよるぞって思ってくすって笑ってもらえる感じがいいなって思ってしてますし、目指せおしゃぶり昆布噛めば噛むほどうまいうまくはならんかもしれんですけど、噛めば噛むほどうまみが出るっていう感じのじわじわくる感じのほわんと聞いてもらえるような動画っていうのをそこを目指してますね。なのでただのでも傍から見ればYouTube をしてるのはいろんな理由が私の中ではあって、いろんなきっかけがありいろんな思いがありっていうのでこういった形でね活動的なことをさせてもらってるんですけど、もうさらってそういった事情っていうのはもう話はしてませんもんね。なので見る人が見たらただバイクに乗って一人で喋って自己満だけの女ただのおばさんやみたいになっとると思うとですけどそうじゃなくてですね、皆さんに九州にめったやたら来れない人もいますもんね。なので私もまだ九州にいるのに行けてないところっていうのは山ほどあるので、今後もうほぼそういったところバイクですけど、バイクで行って撮影できればなっていうのはまた思ってます。でちょっとバイク以外のちょっと趣味のところでもちょっとマニアックになるかなと思うんですけど、趣味っていうか好きなことっていうのを、プラスアルファでこうバイクだけに限らず発信していけたらいいのかなっていうのをちょっと思ってます。撮影自体は12月だったんですけど、このアフレコの今の録音は年明け早々やっておりますそして夜なので家族に迷惑かけるので車の中でねちょっとね録音してるんですけど、今年からちょっとまた違う一味違う感じの動画も作っていけたらなっていうのを思ってるので動画が出来上がるまでに時間が撮影は早いですよ。あっという間に撮影できるんですよ。データばっかりわーって溜まっていって編集が追いついてないんですよね。なかなかこう難しいもので伝えたいことっていうのを伝えるっていう表現するっていうのは本当に難しいなっていうのは思ってますね。なので今年からまた違うテイストの動画が見れるかもしれませんので、こうご期待でお願いしますお願いしますっておかしかいねそれツイッター見てもらえれば大体分かられると思うので、そういったコミュニティ等も活用してですね
情報発信していければなというのを思ってます。じゃあインスタは一応アカウント持ってるんですけど、インスタ使い方がいまいちわからない。インスタね結構前から使ってるんですけど、なんかちょっとこう自分の肌に合わんっていうかですね、なんかちょっと使いにくかったですよ。なのでまあもうツイッターメインでいいかなっていうのを思ってます。で、あとその YouTube 内のコミュニティで、まあ、情報も発信していければなっていうのを思っています。はい。もうちょっと行ったらすごいですよ。こうね、なんかね途中で見てもらったらわかるんですけど、こうね左を見てなんかね、この阿蘇の二面性っていうね面白いですよね。向かいに見えてる山は緑でしょ。でもねこの手前のねこの牧草地帯っていうのかな、こういうとこね茶色いんですよね。あら、私は今夏で走り寄るとかねって思って、いや通り過ぎたら今度は抹茶茶ですもんね。俺やって思って、これは年中変わりません。なのでそういったこう楽しみ方っていうのもね、そうあります。で、登山口が何個もあるので、いろんな道を通ってね、なんか通行止めになってるとこも何個かあるのかな、まだよくわからんですけど、そうこうやってね後から見返してもね、やっぱりまた行きたいねって思う魅力がある。なんかやっぱこう、力を感じる、早く言えばパワースポット的な感じなんですかね。なんかそこでは形容しきれないようなやっぱり何かっていうのがやっぱここ阿蘇にはねありますよね。すいません、また長くなってしまいました。長時間ありがとうございます。また次の動画をお楽しみにしていただければなと思います。それではまた。